こんにちは、リサです。今日はタイの BL ドラマゴールデンブラッド第1話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。このゴールデンブラッドはですね、マフィアの息子であるスカイとそのボディーガードサンというこの2人のお話ですね。大学生ものとマフィアもののハイブリッドっていう感じで、王道とアウトローの両方の要素が入っているので、なんかこう二度美味しいみたいな、そういう作品なんじゃないかなと思っています。まずキャラクターなんですけど、一応そのメインのキャラクターは4人いますね。まず主人公のスカイなんですが、彼はですねマフィアの息子なんですが、こうなんというかね、なんとなくちょっとこう箱入り感があるんですよ。で、性格はなんかちょっとプライドが高くてツンツンしてるんですけど、でもそのいい意味で擦れてないんですよ、マフィアの息子なのに。で、このスカイはですね、親元を離れてバンコクで自由な大学生活を謳歌しようとしていたんですけれど、そのお父さんが送り込んだボディーガードのサンっていうのが常にそばにいるっていうことになって、その非常にね鬱陶しがっています。で、スカイはその周りの人には自分がマフィアの息子だっていうことを隠しているんですね。だけどなんかいつもちょっとこう偉そうだし態度がでかいんですよね。なんかそういうところがちょっとこう箱入り感を出してくるわけですけど、ただ多分喧嘩したら弱いって感じです。で、英語の字幕だとそのサンからはですね、ヤングマスターっていう風に呼ばれているんですが、こうなんだろうな、こう日本語にすると何ですかね、なんか坊ちゃんとかそういう感じなのかなっていう気がするんですが、なんかこうそこはかとないおてんば感があってですね、こう坊ちゃんというよりお嬢みたいな感じで呼びたくなる、そういうキャラですね。で、そのボディーガードのサンなんですけれど、彼は、スカイのお父さんが送り込んだスカイ専属のボディーガード兼お世話係みたいな感じですね。このワイルドなねヒゲと、あとすごく実用的な筋肉を兼ね備えた、ナイスガイって感じです。で、性格は真面目で寡黙、腕っぷしが強いだけではなく、なんと家事全般得意で、本当に何でもできるんですよ。だからボディーガードっていうよりもこうスカイのバンコクでの保護者みたいな感じですね。で、彼は何かのパワーによってスカイと同じ学部に入学して、家でも大学でもスカイのそばにずっといることになります。で、周りに対してはですね、ボディーガードとは言わずに、そのスカイとサンは遠い親戚、いとこ同士っていう設定にしてあります。で、このスカイとサンが、主役なんですけれど、そのサブカップもいます。それがバンクとピッチさんですね。バンクの方は、スカイの親友で、ちょっとこうお調子者っぽい感じのムードメーカーです。で、スカイからはその家の合鍵を渡されていて、たまたまご飯に誘いに来たところ、サンに不審者に間違われて、ちょっとこう締められそうになったというかわいそうな人でもあります。で、ピッチ先輩なんですけど、彼はスカイたちの大学の先輩なんですが、結構ねその可愛い女子の後輩にすぐ声をかけに行ったりとかして、ちょっとこうチャラチャラしている感じの人ですね。でもすごいね顔がいいので、ノリも良くて優しいんですよ。だから結構普通にしてればモテそうなんですけど、多分かっこよすぎてちょっと軽すぎるので警戒されるっていうタイプかもしれません。こちらも登場してね早々にサンに腕の骨を折られそうになったかわいそうな人です。第1話ではまだそのバンクとピッチさんの絡みはそんなにないので、次回以降に期待って感じですね、この2人は。で、早速1話なんですけど、まずねさっきも言った通り、バンコクで大学生活を楽しもうと思っていたスカイのところに、マフィアの父親からボディーガードのサンが、送り込まれてくるところから始まります。
ですごいね、カフェみたいなすごい綺麗な広い家に住んでるんですけど、スカイは。でそこでその一人暮らしを満喫するつもりだったのに、そのねこうお堅い感じのお世話係が一緒に暮らすことになってしまって、もうねスカイはねすごいプンプンしながらお父さんに抗議の電話をします。でもそのお父さんの方はですね、サンは何でもできるからそばに置いといて損はないぞみたいな感じで取り付く島がないんですね。結構ねそのスカイとお父さんは仲良しな感じがします。なんかマフィアの親子なんだけど、お父さんも息子には結構優しい感じですよね。でもそもそもなんでスカイにボディーガードが必要なのかというと、そのスカイのお父さんが仕事でねちょっと揉め事に巻き込まれてしまっているんですよね。お父さんはマフィアではあるんですけど、そのなんていうんですか、悪いことはしないというかね、違法なことはしないっていう結構そのいいもんの方のマフィアなんですよ。ちょっとそういうなんか教授を持っているみたいなね。なんですが、そのお父さんの島で、違法ドラッグを売ろうとする別のマフィアがいまして、でもお父さんの方はですねそんなことは絶対に許さないっていうことで拒否したことにより、その一種返しみたいな感じで、息子のスカイが狙われる可能性が出てきてしまったんですね。でもそのスカイ本人には、そういう事情は伝えずに、サンをお世話係、お守り役みたいな感じでそばに送り込んだわけです。でそんなことはねつゆ知らずのスカイは、ボディーガードなんてね鬱陶しいし、もう自分は大人だし、その自分がマフィアの息子であるっていうこと自体を彼は隠したいので、もうしょうがなくサンを、遠いいとこだっていう設定にして、一緒に大学生活を送ることにします。で一応そのスカイとサンは、いわゆる主従関係なわけですが、スカイがねその大学では坊ちゃんとか呼ぶなよみたいな感じで、サンに釘を刺しておきます。でスカイの親友のバンク君と一緒に3人でねこうつるみながら大学生活をスタートしていくわけです。そして早速その大学ではですねトクテンちゃんっていう子とあとジュノちゃんっていう、女の子2人組と知り合って仲良くなるんですけれど、そのスカイはトクテンのことを狙うピッチ先輩ですね、彼に目をつけられてしまったりして、ラブコメ的な意味でなかなかねこう楽しそうな充実した学園生活を送っていきそうな感じですね。でトクテンちゃんの方はその先輩に絡まれているところをスカイに助けてもらったので、ちょっとこうスカイのことが気になってきている感じです。で一方でその友達のジュノちゃんの方は寡黙で優しいサンの方にね惹かれていくんですよ。ていうかサンは本当になんか暴力を振るわなければすごい優しくて気遣いができるので、なんか結構他の女子生徒とかからも熱い視線を送られているんですよね。でスカイもすぐにそのことに気がついて、お前早速女子に人気だよなみたいな感じでサンをからかったりするんですよ。でもサンはその私が興味があるのは坊ちゃんの安全だけですみたいな感じで言うんですよね。こうね見てる私たちからするとなるほどっていう感じのセリフなんですけど、その言われたスカイはなんかふーんみたいな感じで、なんかこうボーナスを弾むように父さんに言っといてやるよっていう具合なんですよね。だけどスカイはそのサンがねそのお父さんにこう大学であった出来事を何でもかんでも報告しているっていうことを知って、もううざいからなんかそういうね報告とかいうのはやめろよっていう風にそのサンに対して怒るんですよね。そのせっかく自由になれると思ってバンコクに来たのにこれじゃあね監視されてるのと一緒だよみたいな感じでね。でもそのサンの方はこれが自分の仕事で責任があることだっていう風に言って、譲らないんですよね。
しかしそういうご主人様の命令を絶対的に守る忠犬のようなサンにスカイはもうイライラしちゃうわけですよ。でお前はドッグフードでも食べさせてもらったのかよって言って物を投げつけてしまったりして、でサンの額にね怪我をさせてしまいます。で自分で投げたくせにねちょっとびっくりしてしまったスカイがお前避けられるくせになんで避けないんだよっていう風に尋ねると、サンはねただあなたがさっき避けるなって命令したので、避けませんでしたっていう風に言うんですよね。サンの中の優先順位としてはもちろん自分の主人であるスカイのお父さんの命令が一番なんだけれど、スカイもヤングマスターであり、お父さんの命令とぶつからない限りスカイの命令もしっかりと聞くんですよね。で実はサンはもともと孤児でスカイのお父さんに拾われていなかったら、きっと路上でのたれ死んでいただろうっていうそういう身の上なんですよね。だから拾って育ててもらった恩を返すためにお父さんの命令にすごく忠実に従っているんですよ。でしかもスカイのお父さんの方もサンのことを、自分の息子のように思っていて自分のことをねお父さんって呼びなさいって言ってるぐらい彼を信用しているんですよ。スカイの方はそのことを知った時にいきなり兄貴ができたみたいだっていう風に、ちょっと嘆くんですけど、でもこういうことがあって、サンがいかにお父さんとかスカイに対して、忠誠心を持ってるかっていうのが分かると、スカイの方も何か思うところがあったのか、サンに対するね、態度が少し柔らかくなります。例えば初日はね大学に行く時サンに車を運転させて自分は後部座席に乗っていたんですけど、怪我をさせてしまった後はですね、俺たちいとこっていうことになっているんだからもっとラフに行こうぜっていうことで、後部座席じゃなくて助手席に乗っていくんですよね。いやスカイは結構ツンツンしたりプリプリしてるところが多いんですけど、でもたまにねさりげないデレというか多分根っこが優しいのでその優しさから来る態度の揺らぎみたいなものをねちょいちょい見せてくるんですよね。でもそれがねすごいいいというかねなんですかおてんばだけど実は結構優しいみたいな感じでめちゃくちゃいいキャラクターだと思うんですよ。でその大学生活の方なんですけど学部の新入生歓迎会っていうのがあって、そこではサンも一人の学生としていろいろゲームとかダンスとかをやらされるわけですね。もう何でもできるかと思われたサンの唯一苦手なものがね、ダンスだったというオチなんですが、みんなの前でスカイと一緒にね一生懸命踊っていたところ、物陰に何やらちょっと怪しい人物を見つけたサンはですね、そいつを追いかけていってしまいます。で案の定ねそいつはスカイのことを狙っている敵のマフィアの手先だったようなんですが、銃も持っていてなかなか危ないシチュエーションだったんですよね。でもさすがのサンによって、そいつはなんとか追い払われてその場では事なきを得たわけです。でもやっぱりスカイには危険が迫っているっていうことで、サンは一層警戒を強めていくんですよね。でその後スカイは友達と一緒に夕ご飯を食べに行こうということになったんですが、サンが夜のクラブは危ないのでダメですって言って行かせてくれなかったんですよね。で実際に危険が迫っているっていうことを何も知らないスカイはなんでボディーガードのねサンにそんなことをね言われなきゃいけないのか
口出しをされなきゃいけないのかっていうことでちょっとブチギレてですね、結局サンのことを出し抜いて、夜家から抜け出してしまうんですよね。それで友達のバンクと一緒に、得点ちゃんやジュノちゃんが待っているクラブに遊びに行くわけですよ。ですると2人がまたね可愛いからまたこうちょっと柄の悪いねやからみたいなのにナンパをされていて、スカイとバンクがそこにこう割って入っていくんですよ。でさらにそこにピッチ先輩も現れて、何やらこうねやからたちと一触即発みたいな雰囲気になってしまうんですが、さてどうなるみたいな、こういうところで1話が終わります。よりによってねサンがいない時に喧嘩沙汰になってしまうのはねちょっとまずいんじゃないかっていう感じですよね。スカイがいつも結構こう強気でいられるのってそばにサンがいて絶対自分のことを守ってくれてるからだと思うんですよ。てか自分でもそういう風に言ってたし、だからサンがいない時にね喧嘩とかしたらねちょっとまずいと思うんですよね。ただサンの方も絶対に今スカイのことをね探して追いかけてきていると思うので、やからたちと対峙して、どうなっていくのかっていう感じですよね。でそれでサブカップの方もねまだほとんどこの2人での絡みっていうのがないので、そして現時点では2人とも女の子大好きみたいな感じのキャラクターなので、一体この2人がねどうやって近づいていくのかっていうのもすごい要注目だと思います。そんな感じでですね、このゴールデンブラッド、私ノーマークだったんですけど1話を見てすごい面白かったのでちょっと今後も追いかけていきたいと思っています。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。